お休み前のほんのひととき、読み聞かせを聞きながら子供の頃に帰ってみませんか？ヒーリングストーリーが心をほどき、そっと幸せの種をまいてくれます。眠りの国で癒されながら夢が芽吹くのをお楽しみに。さて、今日はどんな話をしましょうか。第2夜星釣り。春とはいえ、山小屋の夜はさすがに冷え込む。気がつけば、部屋に置かれているポットのお湯がもうない。僕はお湯をもらいに食堂へ行った。食堂では、僕と同じように一人で山に来た登山客がテレビで中継を見ていた。画面の中では、タキシードを着た男がうやうやしく頭を下げ、勲章を首にかけてもらっている。世界的に有名な賞の授賞式。盛大な拍手に包まれ、男は胸を張って随分と誇らしげだ。おまけにちょっと涙ぐんでもいる。そうなるのも当たり前だ。あの男は世界の頂点を極めたってことだから。普通の大学生の僕があと何年生きようともたどり着けるはずもない頂点を。画面の向こう側とこちら側の人生の差みたいなものに何の取り柄もない僕は小さく傷つけられる。ポットを持ったまま無言で突っ立っていると登山客が振り向いた。そして管理人さんなら小1時間ほど前に外へ出て行ったと教えてくれた。僕は山小屋から表へ出た。管理人さんの帰りを待ってもよかったけれど、こんな寒い夜におじいさんが一人で何の仕事をしているんだろうと気になったからだ。山小屋から離れると、辺りはほとんど真っ暗になった。街の光も届かない山頂では、下界とは比べようもないほど無数の星が見える。思わず夜空に目が奪われていたとき、何かが金属に当たる音がする。僕は音のした方へと歩いていった。しばらく行くと、地面に置かれたランタンに照らされた管理人さんの姿が見えた。管理人さんは釣り竿を持って夜空を眺めている。なんで山の上で釣り竿なんかを？そう思った瞬間、管理人さんが夜空めがけて竿を振った。釣り糸が天に向かってまっすぐ伸び、そのままキラキラと光を放つ。そして管理人さんは掛け声とともに竿を引き上げた。それ。引き寄せた釣り糸の先には小さな光がぶら下がっている。釣り針から外された光は管理人さんの足元にあるバケツに入れられ、ガツンと硬い音を立てた。あれはまさか星なのか？よく見るとバケツからは光がもわもわと溢れている。おや、お客さん、どうかされましたか？管理人さんが僕に気づいた。ポットのお湯が、いえ、それより、もしかして星を釣ってるんですか？はい。実は、管理人の仕事は副業で、星を釣るのが本業なんですよ。暗くてよくわからないけれど、管理人さんは笑顔のようだった。ポットのお湯ですね。今入れに参ります。いえ、お仕事の区切りがついてからで大丈夫です。星を釣るの、見させてもらっていてもいいですか？ええ、もちろん。星は次々に釣り上げられ、
バケツに入れられる。管理人さんは適当に星を釣っているわけではないらしい。ちゃんと狙いを定めてから星めがけて竿を振っている。管理人さんはどういう星を選んでるんですか？古くなった星です。こうやってちょくちょく取っていかないと、新しい星が古い星に隠れて見えなくなってしまうんです。はあ。そうなんですね。今この時にも空では無数の星が生まれ、無数の星が寿命を迎えている。星を釣るなんて終わりがない。永遠に釣りきれない。いつの日にか偉業を成し遂げた達成感が得られるわけでもない。そう、さっき見た勲章の授賞式みたいに多くの人に称賛されることもない。過酷な仕事ですよね。思わず言ってしまう。そんなことはないですよ。管理人さんは釣り竿を振る手を止めもしない。きっと僕がまだ若いから本音を言うのも馬鹿らしいと思っているんだろう。子供扱いをされて面白くない僕はしどろもどろになりながらも反論を試みる。でも終わりが見えないっていうか、完成しないじゃないですか。それに一人で黙々と釣っても、どんなにたくさんの星を釣っても誰も褒めてくれないし。すると管理人さんは肩をすくめた。だから楽しいんです。だから楽しい？終わりがない。完成がない。誰にも褒められない。だからこそ楽しい。何しろ無限が私の相手ですからね。無限。僕は空を見上げた。竿が振られ、釣り糸が空に伸びる。小さな光がバケツの中に飛び込む。何度も。ああ、そうか。本物は無限なんだ。星がガツンとバケツに入るように、僕の心にも小さな光が飛び込んだ。ついさっきまで馬鹿らしいくらいちっぽけなものを羨ましがっていたなと、ちょっと笑いそうになる。僕は一つ息を吸い込むと、果てしない夜空に向かって思い切り手を伸ばしてみた。